はい、こんにちは。スノーデイクナオコです。今日はですね、もう12月になってしまいましたので、ちょっと遅いかもしれないんですけど、年賀状の作り方、簡単に作れるアイデアを2つご紹介したいと思います。子どもさんも一緒に作れる感じのものをご用意しております。よかったら見てくださいね。今日は2つデザインをご用意してますが、最初は折り紙を使っています。でいろんな大きさに切った四角い折り紙を糊で貼るだけで、デザインをするのもこんな感じでやってもいいし、自分の好きな感じでやってもいいし、めでたい赤と金色を私は使ったんですけれども、もう何の色でもいいと思います。ただやっぱり金色が入るとね、ゴージャスになりますね。で切った後にね、どんな風に置こうかなっていろいろ置きながら楽しい時間を過ごせます。でね、年賀状ってやっぱりもらうと嬉しいですよね。最近はSNS とかメッセージでパッと送れちゃうんですけど、嬉しくなる年賀状、ぜひ書いてみてください。折り紙を貼り終えたら、空いてるところにメッセージを書きます。筆で書いてるんですが、筆じゃなくても大丈夫だし、クレヨンとかサインペンでいいと思います。2021年、来年は牛年ですので、牛年元旦と書いてみました。で最後にね、それだけじゃ物足りないなと私思ったので、絵の具でリボンを描いています。でこれ岩彩絵の具を使ってるんですけど、何の絵の具でもいいし、絵の具で描くのであれば濃いめに描くといい感じです。こんな感じに、1つ目のデザインは出来上がりです。2つ目のデザインは干支の漢字を書いてます。紙いっぱいに書いて、で筆じゃなくてもいいんですけど、4画でね、簡単な漢字ですので書いてみてください。クレヨンとかマーカーとかパステルでいいと思いますし、筆でもね。でこれだけでもシンプルでよくて、ちょっと赤とかでサインを入れるだけでもいいんですけど、私ちょっとイラストも描いてみました。で牛の顔を今描いてます。で何べんもちょっと練習したんですけど、牛をね描くときはね、ちょっと縦長に描くと牛っぽくなるので、丸いとちょっと豚っぽくなっちゃうので、縦長に描くことと、あと耳をね横に描くことと、鼻の周りはピンクに塗ること、そしてブチを入れる。そうするとなんかね、牛っぽくなってきますよね。日本ではね、この種類ホルスタインっていうんだっけが一番主流な感じなのかしら。はい。で牛のイラストを描いたらこういう感じです。でもっと付け加えたい場合、私梅を描いてみました。梅はこれ絵の具使ってますが、これも色鉛筆とかでもいいんですけど、花びらを5枚描くんですね。丸っこく描くと梅らしく出来上がります。それから花粉を描いて花芯を描いていきます。で松竹梅を今日はちょっと描き入れてみて、こんな感じに仕上がりました。でいろんなイラスト入れられるかと思いますが、今日は松竹梅でおめでたい感じに出来上がったかな。皆さんもよかったら書いてみてください。今ステイホームでお時間があるかと思いますので、ぜひお試しください。ご視聴ありがとうございました。